それは一機の767に魂を売った男のあまりに高くついた代償の記録である。空を愛する者にとって767という機体は単なる移動手段ではない。それは機能美の結晶であり、追い求めるべき完璧そのものだった。しかし、マイクロソフトフライトシミュレーターの大空に、その理想の姿はどこにも見当たらない。そんな男の瞳に、ある日、信じがたい光景が飛び込んできた。いやー、マイクロソフトフライトシミュレーターにまともな767がないのは痛いな。評価4超えの767があるぞ。それらは FC なり、聞いたこともないメーカー、語る者もいない出場。だが、マーケットプレイスに掲げられた高評価という甘い蜜が男の理性を麻痺させた。震える手が購入ボタンを叩く。それが決して開けてはならないパンドラの悪だとはつゆ知らず。これは禁断のアドオンメーカーという深淵に飲み込まれたある男の凄惨な記録である。さて、今回は MC ナリーという謎メーカーの767を人柱覚悟で購入してみました。正直、今のマイクロソフトフライトシミュレーターは呪われているのかと思うくらい767に恵まれていません。リバリーに首輪がつくやつか、オートパイロットが家出しているやつばかり。私自身767が好きで、別のフライトシムではその機体だけを飛ばすのが好みです。でもまあ星 4.2、価格が1000円台とかいうとんでもない高評価の767を見つけてしまって、気づいたら手が勝手に購入ボタンを押しちゃってました。ところでなんで私が機体選択画面にいるかというと、いきなり不穏な空気が漂っているからです。販売ページには豊富なリバリーという謳い文句だったはずですが、なぜかデルタ航空しかありません。早速詐欺ですか？まあいいでしょう。気を取り直して仙台空港にスポーンしてみましょうか。おかしいですね。普通、スポーン直後は機体を外から眺めるものですが、強制的にコックピットに放り出されました。さっきから視点を外に出そうと、シフトプラス C を押しているんですが、出られません。ハロー？誰かいる？出してくれ。767の再現性なんか宇宙の彼方に置いてきたコックピットもどきから出してくれ。もういいや。ドローンカメラに切り替えて、星 4.2 が誇る神レベルのビジュアルを拝んでやりましょう。うわぁ。見てください。このロゴ、そしてドアのディテール。なんて神レベルのグラフィックなんだ。違うよ、違うよ、そうじゃないよ、そうじゃないよ。起動するゲーム間違えましたかね。私が起動したのは2024のはずですが、目の前にあるのはなぜか20年前の2004のグラフィックです。視覚的な嫌がらせかなんかでしょうか。足回りも見てみましょう。うわぁ。ランディングギアはテクスチャーをペタッと貼っただけですね。20年前ならこれでも良かったでしょうが、今は2024なんだよ。せめて再現性は頑張ろうよ。タイヤは、ホイールと一体になった次世代モデルですかね。エンジンは多分、プラット&ホイットニー製だと思います。メーカーロゴがないので当てずっぽです。ブレードもテクスチャー貼り付けの残念な仕様です。それにしても、神レベルなグラフィックですね、本当に。APU の排気口は穴が塞がっています。排気はどこへ？多分空間に捨ててるんでしょうね。おや、無人だと思ったのですが、どうやらコックピットに誰かが乗っています。瞬き一つしない鉄の意志を持ったパイロットがいるようです。その頭に乗せた帽子、ずっと被ってるけど大丈夫？頭蒸れない。そうですか。ボーイングの機体のコックピットはエアバスと違って機体ごとにオリジナル性があります。737とか747とか757と767は共通ですね。ダッシュ 400ER だと777と一緒になっていますね。ただ、どう土地狂ったのかはわかりませんが、なんということでしょう。747と767を適当にミックスしやがりました。
767に何とか似せようと頑張った形跡はありますね。ここで別のフライトシムの767で撮った写真と見比べてみましょう。なんてこった。ケーキが左に寄りすぎてるよ。なんだこれ。767-300の無線や ND の調整は正面じゃなくて真横なんですよね。オーバーヘッドパネルは明らかに747の使い回し、そこから外部電源をオンにしてみます。なんということだ。入りません。燃料ポンプもクリックできません。スロットルは747をそのままガッチャンコ。周りの 3D を変えるくらいならもっとやり終わったんじゃないかな、これ。CDU は表示が白色です。緑表示が良かったんだけどな。とりあえずエンジンをと思って APU を始動してみます。あれ？どうやら APU が動かないので魔法のショートカットキーコントロール E を使います。それでもエンジンかかりませんね。積んだ。仕方がないので魔法の Y キーを使って無理やり浮き上がります。ソリアナログのケーキは飾りでしょうか？いや、そうではないようです。5000フィート付近で中央を指しているので、おそらく1万フィートで針が動くケーキのようです。いずれにせよこのケーキは役に立ちません。この機体には速度超過の警報すらなりません。どこまでも加速できそうです。操作感はデフォルトの747そのもの。舵が重くて反応が遅いです。せめて着陸くらいはかっこよく。そう思ってスピードブレーキを引きますが、これただの棒ですね。全く動きません。とりあえずフラップとギアを下ろして無理やり減速しましょう。見てください。このギアの向き。767特有の傾きがなく真っ平ら。特徴を何一つ再現していません。とりあえず着陸したいのでライト類を全部オンにしましょう。こんな基本的な機能も動かないの？フラップもフルにしたはずなんですが、こんなに可動域狭かったっけ？どうもお客さん、緊急着陸にご協力くださりありがとうございました。逆水力のアニメーションもないんですね。もう笑うしかありません。というわけで今回の機体は基本の機すら動かない最悪の機体であることが分かりました。星 4.2 という高評価はおそらく組織的な桜によるものでしょう。海外のレビューを調べたらこのメーカーの機体はどれも似たような惨状のようです。これからプレイステーション5版でフライトシムを始める皆さんは絶対にこのメーカーには手を出さないでください。売りじゃありませんよ、本当に。私のような銀行強盗に遭うユーザーがこれ以上増えないことを祈ります。もしこの人柱報告が役に立ったら高評価をして私の魂を供養してもらえると嬉しいです。さて、この1000円のリサイクルショップにも売れない参拝どうしよっかな。それではまた次回、良いフライトを。